佐藤陽子、満州事変から日中戦争へ。第3章、突破された3つの前提。1、2つの体制。3つの前提条件。関東軍幕僚たちはいかなる経緯で満蒙領有論を抱くようになったのだろうか。このような考え方が説得力を持ってくるためには、前段階として、それまで体制を安定させてきたいくつかの前提条件が掘り崩され、突破される必要がある。掘り崩され突破された条件とは何だったんだろうか。3つの側面からの説明が可能と思われる。第一には、日本の満蒙権益は条約に基礎を置く確固としたものであり、新四国借款団などによる保証もあるので、誰が東山省を支配しても、誰が中国政府の中心となっても懸念する必要はない。との立場を取っていた重原外交である。中国に対する内政不干渉と中国における日本の経済的利益の拡大の両立を図った重原外交は、なぜ説得力を持ち得なくなったのか。それを第一節で考えたい。第二に張作霖を通じた満蒙支配の安定性である。ある時期になると爆殺という極端な手段を置くとしても、趙の退陣を望む声は軍部のみならず外務省にも強くなっていく。張作霖はなぜそれほど忌避されてきたのか。それを二節で考えたい。第三に、総力戦時代において日本が直面すべき戦争準備の困難さである。資源に乏しい日本が総力戦を戦うためには、資材整備や総動員のために膨大な時間と資金を必要とする。無産階級と国防問題を変えた水野博則はこう述べていた。現代の戦争は経済戦とならざるを得ないが、物資の貧弱、技術の低劣、主要輸出品目が生活必需品でない点で、日本は致命的な弱点を負っている。日本は武力戦には勝てても自給的経済戦には勝てない。戦争が機械化し工業化し経済力化したる現代においては、軍需原料の大部分を外国に仰ぐがごとき、他力本願の国防は戦争国家として致命的である。このような考え方はいかに反駁されていったのだろうか。それを第三節で検討したい。政治的軍人。第一の点、重原外交が説得力を持たなくなる過程と背景を考えよう。ある政治的軍人の話から始める。鈴木定一は石原幹事より1年年長で1888年、明治11年、明治21年、千葉県に生まれた。陸軍幼年学校ではなく一般中学を卒業。陸士22期、陸大と順調に進み、1920大正9年4月からの参謀本部品中勤務を皮切りに、上海駐在、北京公使館付き武官副補佐官など主として中国問題に関わった。ワシントン会議3カ国あるいは新4カ国借款団による国際経済協調体制以外の道が世界にはあり得ることを鈴木は20年代半ばに自覚していた。軍が重原外交を軟弱だとし、ワシントン体制打破を誇示して国民の説得にかかるとき、ではワシントン体制以外に世界にいかなる体制が可能なのかについて、続きは論じることができた。こうして反ワシントン体制を支持する勢力を、反ベルサイユワシントン体制勢力と名付け、ドイツ、ロシア、中国、日本それぞれにおいて、当該勢力にはいかなる人がいたのか、その国際秩序構想はいかなるものであったのかについては、田島信代により研究が進められている。中国を直接目にした軍人の中に、ワシントン体制を相対化し得る資格が芽生えていくことに注意したい。1969、昭和44年になされたインタビューで鈴木は次のように述べていた。私が北京におる時でもロシアの北京の大使館と親しく行き来しておったんだが、その時向こうが日本とドイツとロシアと3つでもってシナの反帝運動を一緒になって助長してやろうではないかという提案をしてきたことがあるんです。この談話は25年頃のことだろう。事実、ソ連外務人民委員チチェーリンは同年1月20日、北京でなされた日ソ基本条約調印後、佐藤直武中ソ臨時代理大使に対し、日中ソによる三国同盟案を持ちかけていた。ソ連の利用、多くの日本人が張作霖を通じた満蒙利権の保持を考えていた当時にあって、
鈴木の意見は違った。反長州閥の長老の一人であった上原優作に宛てた26年8月25日付の手紙で鈴木は、長なしに権益を維持できないと日本人が考えているのは間違いだと述べ、むしろ張作霖一家滅ぶるも、東山省の発展に動揺をきたらさざるごとき対策を取るべきなのだ、と手紙を結んでいる。この年4月、すでに段祫政権が崩壊し、北京は無政府状態となっていた。26年にあっても中国の反帝国主義運動、主としてボイコットの矢面に立たされていたのはイギリスであった。公然に鈴木は注目し、イギリスに一層の圧迫と苦痛を与えるために、ソ連を利用すべきだとした。圧迫を加えることで極東での権益維持のためには日本の力が必要だとイギリスに思い知らせるべきだというのである。イギリスは日ソの接近を恐れ、ソ連は日英の接近を恐れているのが今の極東の姿だと観察した後、鈴木は同年9月12日付の上原宛書簡で次のように続ける。ここにはぜひとも六国の努力を利用いたすのようありと存じ候。すなわち六国をして某程度まで関東にその力を振るわしめ、英国が中部シナにおける六国の脅威を感じる好機を捉えて、日本の主張を聞かしめることが寛容と存じ候。これに続き一節が振るっている。第一次世界大戦においてドイツの国体を変えさせた最大の要因は、米国のデモクラシー思想であったと。ならばソ連共産党の危険性など、アメリカと同程度のものに過ぎない。このように鈴木は冷めた意識を持っていた。ロシア研究の成果によれば、ソ連の20年代の外交の規定には、レーニンとチチェーリンによる外交方針があったという。それは中国への支援とベルサイユ体制の根本的変更を目指す外交と要約できる。孫文による第一次国境合作は24年から始まっていた。26年9月8日、ドイツが国際連盟に加盟し、常任理事国となると、ソ連はそれをイギリスによる反祖統一戦線組織化の一コマだと目指した。イギリスに包囲されるとのソ連の懸念は、北京の実権を握るようになった張作霖が、同年8月、中東鉄路所有の船舶捕獲の行動に出た時のモスクワの反応からわかる。モスクワは趙の背後にイギリスがいると見ていた。鈴木や上原に意見具申している頃は、まさにソ連中枢において強い反映感情が高まっていた頃であった。ソ連の外交ソロ戦。しかしソ連の極東外交も一枚岩ではなかった。共産党書記長スターリンは25年1月の時点に早くもチチェーリンによる外交路線に疑義を唱えている。中国は未だ後進国であり非抑圧民族であるから、ソビエト権力の同盟者としては不適当だというのである。同時に中国革命へのソ連の過度の関与が中国に最大の利権を有するイギリスの反発を招き、英ソの軍事衝突を着起するのをスターリンは恐れた。チチェーリンとスターリンの対抗関係は26年末、チチェーリンと外務人民委員代理リトビノフの対立として現れた。チチェーリンが中国への肩入れを主張したのに対し、リトビノフはあるドイツ外交官によれば、まさにイギリスに中国を売る方針、すなわち中国から手を引き、イギリスとの対立を緩和しようとする方針を取ろうとしているように見えたという。このようにソ連内部で中国支援方針に揺れが見られるようになった頃、日本陸軍の中においても興味深い動きがあった。中国公式武官であった本庄茂が26年12月29日、鈴木に向けて南方新勢力と連絡の必要あり、武漢方面に君を急破する旨を告げたのである。本庄の要請に従って、鈴木は27年1月、渦中の漢光に赴き、国民政府、国民党中央、モスクワから派遣された国民政府顧問、ボロジーンなどと協議を遂げた。ボロジーンは鈴木に対して、日露提携して英国に当たることを主張したという。イギリスの新方針。ここで本庄は鈴木を武漢に急破しようとした日付、26年12月29日に注意したい。本庄のこの措置は同年12月24日に日本側に伝えられた。イギリスの12月メモランダムと関係していた。無論27年1月、韓国空港のイギリス疎開が中国側に実力で回収されることとなった経緯も関係していただろう。同メモランダムの内容は、1、ワシントン会議以後、中国情勢は変化し、既存の条約は時代遅れとなった。現状に適合させる必要がある。2、
ワシントン付加税、中国に対し輸入税の増率を普通品で2.5、奢侈品で5.0% 認めるの徴収を即時無条件に認め、さらに中国情勢が安定して新しい関税規則が交付されれば、関税自主権を承認する用意がある。3、中国に強力な中央政府ができるまでは、地方当局とも交渉する用意があるというものであった。イギリスはワシントン会議で決定された中国関税条約の取り決めからの離脱もやむなしとし、担保のある確定債権だけを抱えるイギリスに確実に債務を返済できる政府であれば、これまで地方政権扱いしていた関東の国民政府であっても、交渉していく姿勢を示したと言えた。実態のない北京政府から国民政府へと軸足を移す声明を行ったのである。寺内正武内閣の下で、北京の短期髄政権への政治借款、市原借款を無担保で行った日本には到底できないゲートであった。アメリカも続いた。27年1月27日、ケロッグ国務長官は中国に対して、関税自主権のみならず、治外法権撤廃も示唆した。当時の中国共産党は一方では、モスクワの政治局中国小委員会の統括下にある中華ソ連大使カラハンと、ソ連大使館内の北京軍事センターを通じた指揮を受け、他方では上記の系統とは別のコミンテル極東ビューローからの指導も受けていた。コミンテルは中国共産党に対し、ゼネスト暴動、武装蜂起による上海などの都市制圧、自治政府樹立を指導していた。上海に権益を集中させていたイギリスにとって、漢口、苦江で起きた事態が再び上海で起こることは、絶対に阻止せねばならなかった。イギリスの12月メモランダムは国民政府に有利な経済環境を整えることで、国民政府の左傾化を抑止する意図があったと意義づけられよう。すなわち国民政府、党左派と区別して、小解析を中心とする国民政府に支持を与えようとするものだった。中国の激動を前に英米はワシントン会議で確立された対中国経済プログラムを自ら捨て去ったのである。国民政府内の対立。ここです。国民政府内の対立を見ておきたい。26年7月から蒋介石率いる国民革命軍による北伐が開始され、北伐軍は関東から湖南、湖北、広西など、長江沿岸に進出した。北伐とは武兵力を用いて南北中国の統一を目指すものであったが、同時に北方軍閥の強大な武力を覆すことによって民衆運動を発展させ、そこに国民党組織を腐食するものでもあった。対する北京政府側は、東山省に勢力を持つ張作霖を総司令とし、張宗省らを副司令官とする暗黒軍を組織して、北伐軍と対峙した。南北両軍衝突必至の形勢は27年初頭には明らかになっており、続きが中国に到着したのは、そのような時期に当たっていた。無論、モスクワは省の北伐を援助した。大砲飛行機代に相当する約284万ルーブリを26年から7年にかけて供与する決定が下された。だが、モスクワの中国援助体制も錯綜しており、国民政府を指導するグループと中国共産党を指導するグループとの間で対立が見られた。中国革命へのソ連の2つのスタンスは、北伐により急速な南北統一を果たそうとする省を支持する国民政府のグループと、中国共産党と連携しながら各地で都市制圧やゼネステを積み重ね、その後に南北統一を果たそうとする国民政府、党、左派との対立に連動していた。左派は27年2月、広州国民政府を武漢へと移し、湖南、湖北、広西への三省を支配、省との対立を深めていく。暗黒軍と軍事的に対立する一方、省は国民政府と左派や共産党と対立を深めた。27年初頭の省の評価は未知数であったが、イギリスに続きアメリカもまた省に注目していった。同年3月30日、アメリカ国務省は省に財政援助を与え、共産党の暴発を省によって鎮圧させ、ソ連の中国介入を中止させるとの新対中国計画を発表した。このアメリカの措置はイギリスの12月メモランダムと同じ意義を持っていた。こうして同年4月18日、蒋介石の軍事力を背景に、南京国民政府、湖蘇、浙江、福建、広東、広西、安徽、四川の7省支配が樹立されるに至った。英ソ対立、中国を舞台に英米とソ連が暗闘する渦中にあって、鈴木は日本の取るべき道を連祖繁栄に見ていた。先に掲げた27年3月8日付の上原手書簡で、多少の犠牲を払うも老国と共にし、あくまで英を駆逐するこ
ごとくすること寛容と分析する。英米側が中国に対する新方針を採用したまさにその時、モスクワはリトビノフの方向を選び取ることになった。27年、ソ連はジュネーブの国際連盟軍縮準備委員会に初めての代表を送る。リトビノフはヨーロッパとの協調の中にソ連の進むべき道を見出そうとしたのである。同年4月6日、北京では張作霖の指示のもとにソ連大使館と共産党支部の捜索がなされ、大使館の隣の中東鉄路事務局と極東銀行も捜索された。同様の事件は上海でも起き、4月7日、上海工部局警察はソ連総領事館と外部との交通出入りを遮断する距離で出た。ソ連はイギリスとの正面衝突を避けつつ、中国問題への関与を消極化させた。無論工部局、疎開の意思決定機関である参事会の下で行政事務を干渉する部署は、イギリスの利益を代表するものであったが、イギリスのこうした措置は、中国の労働組合の全国組織である中華民国全国総工会が空前のゼネストを計画し、上海疎開への突入計画を発令したとの情報を事前に掴んでからでもあった。このようにソ連が中国への関与を消極化し、イギリスが中国への影響力を回復する時期にあっては、連祖繁栄という鈴木の主張は説得力を持たなかっただろう。若槻礼次郎内閣、外相は重原は無論のこと、陸軍中央も鈴木とは異なった立場を取っていた。参謀本部第2部は27年3月28日の時点で、蒋介石など南方派の穏健分子を日本は擁護すべきであり、中国に対しては英米と協調すべきだと判断していた。それは宇垣一重陸長の考えでもあった。同年4月7日、宇垣は若槻首相に対して次のように述べた。中国が共産化しつつある現実は、今日となっては何人も否定できない。中国の共産運動が河北や満蒙に波及するのは時間の問題である。よって望まれる対策は列強の協調によって共産派を包囲すべき政策を取ることであると宇垣は述べていた。反旗を中国に強いるためにも、英米との協調が不可欠との立場であった。情勢は連祖繁栄を主張する鈴木の立場を弱め、他方で中国への内政不干渉を説く重原外交にも不利となった。穏健派を擁護し、共産派を包囲するには、干渉が不可欠であると宇垣は考え、首相への申し入れを行ったとみられる。これまでの重原外交を支えてきた宇垣が、英米協調の一層の重視という方向性ではあれ、内政不干渉方針から離れようと決意していたことが重要である。陸軍中央の主流を占める宇垣系が重原外交の支持基盤でなくなった意味は大きい。蒋介石反共か。それでは当時の商人は英米や日本の期待を背負い、中国共産党や国民政府党左派などを包囲する力があったのだろうか。ここで20年の新4国借款難一件を思い出したい。日本にとってマンモーの優先権について英米列国から承認されるかどうかが問題となったことはすでに見た。しかし新借款難についてこれを中国の側から見ると異なったイメージが現れる。20年春、中国は 5.4 運動以来の大規模なストライキで揺れ、同年4月14日から始まった学生の全国無期限ストライキは、細ソ、浙江、安長、湖南、広西、河北、翼省に拡大し、20の主要都市に及んだ。このストライキの原因の一つには、新借款難に対する強い反対があった。全国学生連合会は北京の列国外交団に対して、今日のごとき危機においては、新借款難が軍閥官僚に関して資金援助をすることは、彼らに国民を殺戮するための武器を与えるに等しい、と訴えた。学生のほか新聞も借款難の条件を受けることは、民族自立を危うくするとして反対した。その上で中国銀行会も反対を表明したことで、北京政府もついに新借款難との交渉を拒絶するに至った。英米仏日の銀行団からなる借款団は同年10月でニューヨークで正式発足するが、そこに中国政府の姿はなかった。英米仏日4カ国は誰が見ても中国に最も影響力を持つ資本主義国家軍であった。27年4月の段階では反響を明確にした蒋介石であったが、その省が放送中の23年11月26日、コミンテル執行委員会で行った講演の一部を知っておくのは意味があろう。ワシントン会議で英米仏日の四大資本主義国は、東アジアを搾取する意図を明示した。資本主義列強は中国の軍閥を道具として用い、中国における地位を強固にし、有効な搾取を行おうとしている。国民党はロシア、ドイツ及び中国の同盟を提案する。国民党は全世界で資本主義の影響力と戦うため、
この偉大な三国の同盟を提案する。章の演説は、先に述べた新四国借款団に反対する全国学生連合会の論理に近い。英米仏日を一括して、資本主義国と軍閥との結託を批判した。その上でベルサイユ・ワシントン体制の外側にあったソ連とドイツとの同盟を提案した。章は田島の言う反ベルサイユ・ワシントン体制勢力の一員であったと言えるだろう。孫文の指示でなされた章のソ連訪問は、23年8月5日から11月29日までにわたったが、その際、章はソ連の党組織と軍事視察を入念に行っていた。孫文が国境合作を決意するのはこの年の11月のことであった。27年、確かにソ連は中国革命支援の方針を転換した。しかし、章の英米仏日間を同時代的に知っていた人間が、このような情勢を見たとき、章の反共姿勢を素直に信じることができたろうか。また25年から7年に中国で吹き荒れた反英ボイコットや、英疎開の実力回収の様を目の当たりにした日本人であれば、日本にとっては英米との協調路線の経済的象徴に他ならなかった新四カ国借款団が、中国から見れば軍閥を道具として使い、中国を資本主義的に搾取する機関に他ならないとみなされていたことを想起するのは容易であったろう。松岡の観察。さて、鈴木が韓国に赴いた27年2月、もう一人の日本人一行が渦中を訪れていた。政友会総裁の田中義一の命で、山本丈太郎、松岡洋石、森友の3人が、2月26日、上海の土を踏んだ。彼らは帰国後に成立した田中内閣の下で、それぞれ山本が満鉄総裁、松岡が副総裁、森が外務政務次官と重用される。シナ事局に関する報告書で、松岡は視察の知見を、卓抜の表現を交えつつ次のようにまとめた。国民党のひさしを借りたる共産党は、ご老人の指揮と他の老人化顧問、または将兵者等の援助努力と相まって、全時国民党の奥座敷に選挙するに立った。松岡で見るところ、国民党や共産党など南方革命派がモスクワから得た最も重要な宝は、資金や武器の援助ではなく、母国直訳的細胞組織とその運用にあり、共産党の組織力は確固としたものに成長していたと言えた。松岡らは上海で80万人を組織したゼネストを共産党が成功させたのを目にした。外国の管理せる上海共同組会においてすら、シナ共産党が壮行会の名のもとに自由自在に活動する様を実験した松岡は、いわば細胞組織運用の最終テストをモスクワが行い、それは完璧に成功したと言わざるを得ないと判断した。越国協調の挫折。ソ連は確かに27年末に中国と断交した。しかし国民党のひさしを借りた共産党の細胞組織の力は、証明済みのものとして中国国民の中に根付いた。英米仏日による新4カ国借款団、イコール経済版小国際連盟の試みは失敗に帰した。ワシントン会議の諸条約は本来、中国に対して、関税受試権と治外法権の回復について、不平等条約改正のためのプロセスを内包する健全なものであった。だがそうした諸条約の取り決めから、アメリカ、イギリスは自ら率先して離れていった。思い出さなければならないのは25年当時、ボイコットの山本にイギリスが立たされていた際、日本もまた中国に対する行為の提供競争という点で、イギリスを何度も出し抜いてきたということである。結局アメリカは中国との間に28年7月25日、関税自主権を認めた新関税条約を締結した。この条約は完全な条約の形式で調印されたので、通商条約改定としての意味よりも、変務的最恵国待遇により中国がすべての国と条約改正を終えるまでアメリカの約束は予約としてしか意味をなさないため、南京国民政府はアメリカが承認したことの方により大きな意味があった。虫沢中華公使はこうしたアメリカのやり方を、米国側今回のやり口は、全然米国式にして他人の迷惑を豪語顧みたるものと批判した。イギリスは少し遅れて、同年12月20日、中国の関税自主権を認めた中英関税条約を締結した。イギリスは中国側の関税増長による英国貿易の一時的減退よりも、19世紀以来イギリスの利益を支えてきた外国人総税務士の下で関税取引に当たる機関、会関制度の維持自体を優先させたのである。こうした米英との行動は、中国共産党や国民政府党左派の影響力から国民政府を守るためであったが、
シ原外交を支えていた英米列国との協調という前提条件を掘り崩すものに他ならなかった。ワシントン会議の時、アメリカ国務長、極東部長であり、25年から29年にかけてアメリカの中核講師であったマクマリーは、35年の覚書の中で次のように述べている。脅威が顕著となっても国際協調の枠組みは無力だった。脅威に対抗したり備えたりするような国際協調行動はほとんど行われなかった。その結果、日本は自力で安全を確保しようとしたのであった。中国は行き過ぎた行動によって周辺諸国を安心させるのではなく、周辺国の利益と安全を保障していた国際システムを掘り崩していった。それは中国自身の安全と利益を掘り崩すことでもあった。マクマリーの指摘で優れていたのは、ワシントンとロンドン、2つの軍事軍縮、海軍軍縮条約の制限下に日本の海軍力を置くことこそ、ワシントン体制の革新があったと見抜いていた点である。日本に海軍軍縮条約の脱退を決意させるまでの挑戦を中国が行ったのは、中国自身にとってもその安全と利益を崩壊させたという意味でマイナスとなった。二つの体制の間で動揺する国民政府をワシントン体制の側に引き止めておくために、英米はワシントン体制の経済的ルールを変容させた。それは中国への内政不干渉政策を取る支持原外交の基盤を掘り崩すことになった。また鈴木定一などのシナツと呼ばれる軍人たちが、ワシントン体制を相対化する資格を、このの中国の中で培った点も見逃せない。2、張作霖の時代の終わり。東方会議。27年4月に成立した田中内閣は、同年6月21日から7月7日にかけて、東方会議を開催した。外務省のほか陸海軍省からも対中国政策に関係のある部局の長が出席し、出先機関の代表を一堂に会する会議となった。議題は一般対中政策、対南方政策、対北方政策の3点であったが、議論は躍出し、政府部内の対満蒙政策の不一致を浮き彫りにした。唯一の決定と言い得るものは、満州において不設すべき鉄道の優先順位であったと言っても過言ではない。なお、その優先順位についても、吉海、吉林から海寧線の優先については、外務省も陸軍省も一致したが、それ以外の予算については意見が分かれ、外務省は黄西、航行系から父春路線を、陸軍は東索、東南から作林線を主張して対立した。外務は陸軍の希望通りに新設すればソ連を強く刺激すると言って、東索線に懸念を示した。確かに作林は関東軍が大宋戦の主戦場として想定していた地点であり、もし東索線が敷設されれば、航行系以西の中東鉄道にとっては平行線ともなる。優先順位のトップが吉海線で一致した後が外務の押す黄西線と陸軍の押す東索線のどちらかが優先されるのが注目された。東方会議の特別委員会の決定では、敷設計画の運用は外務省が当たり、鉄道施設の実行には満鉄が当たることとなっていた。しかし、田中首相は会議直後の7月22日、20日、かなり信頼の厚かった山本丈太郎満鉄総裁に、松岡を副総裁に起用し、張作霖と交渉させた。交渉は進展し、10月15日、山本長官に鉄道協定が調印されたが、計画の運用に当たらずの外務省が不満を感じたことは容易に想像できる。田中のやり方は東方会議の決定に反していた。田中が満鉄を通じた支援にこだわった要因としては、補強安民のための再兵、軍閥の兵力削減、財政の整理を東山省政権にやらせる必要があり、そのために現実に働き得るものは満鉄であるとの認識があったことが挙げられる。陸軍や外務の出先機関を通じて、東山省政権の財政指導や軍隊の削減を図ることはさすがにはばかられたのであろう。外務省も交渉の担い手が東方会議決定と異なるという理由だけで不満を抱いていたわけではなく、山本町協定の内容こそが問題であった。協定には陸軍の主張した東索線は含まれてはいたものの、外務の主張した交際線は含まれていなかった。外務省の不満は募ったことだろう。実際、吉沢健吉中核講師は、満鉄側交渉の事態の領費はしばらく別とし、その方法に至りては本誌において唐突意外として、田中首相兼外相に対して率直に不快感をぶつけていた。このように資源開発、治安維持、国防の鍵を握るはずの鉄道敷設計画は、対中国政策の実行に当たるべき人々を広く集めた東方会議での決定を無視する形で、
田中と満鉄ラインによって無造作に進められた。外務や陸軍など現地の職官は田中への失望を深めた。北満とソ連。田中は張作霖政権を通じた満蒙権益擁護の立場に立っていたが、この点で田中と同様の見方をしていたのは松岡であった。松岡の考えは満鉄を大祖包囲戦とする大祖国防の見地から来ていた。満鉄理事時代の松岡は24年9月、張を相手として東高線建設契約を成立させた。東南と高校設計を結ぶ本線は日本の大祖戦略上の布石となる鉄道であり、日本の北満進出を可能とする鉄道であった。満鉄のみならず陸軍もまた大祖国防の観点から東高線建設を支持した。本線は疑いなくソ連を刺激する線でもあったから、東高線建設契約調印は、張にもルビカンを渡らせることになったと松岡は認識した。それは第一次日露協約以来の露国の勢力範囲をつくものだったからである。事実、ソ連も動き始めていた。24年11月26日、モンゴル人民共和国がソ連の強い影響下に誕生し、張作霖を脅かす地位にいた北方の軍閥、風玉将に対し、25年春からソ連は武器供給と攻守同盟密約を申し出た。松岡の目にはそうしたソ連の一連の行為は張を脅かすものと見えた。ソ連との対決を不可避とさせる一大決定を張に強いた以上、日本側は張を見捨てることはできない。見捨てれば満蒙維持に対する日本の決意は他国から軽蔑される。と松岡は考えた。松岡が重原の内政不干渉主義を強く批判し、重原外交と保と分かつのは24年後半であった。ここで田中が張作霖を通じた満蒙支配にこだわった理由についてまとめておこう。第一次加藤高明内閣当時、政友会は憲政会、革新クラブとともに五元三派内閣の与党であった。その政友会が産業立国を唱えていた革新クラブと合同したことで、まずは政友会の成功に産業立国の色彩が現れ、政友会は満蒙資源開発に大きな関心を払うようになる。さらに第二次加藤内閣が憲政会単独内閣となると政友会は野党化した。不景気からの脱出を産業立国から訴えるとき、条約上で認められた南満州と東部内蒙古の権益だけでなく、北満への進出が渇望される。北満に合法的に手を伸ばすには、張作霖の東北政権を通じた間接的方策しかなかった。田中外交の積極的対満政策とは、現地政権に肩入れをした北満進出論であったと要約できる。田中外交。田中内閣では専任解消が置かれず、田中首相の兼任であった上に、外務政務次官、森渉の考え方が色濃く政策に反映され、田中外交の特徴を厳密に抽出するのは困難である。だが外国志士との会談、天皇への奏上記録などから推測することは可能である。第一に田中は、列国が国民政府に対して行為の競争を繰り広げるつもりであれば、日本も東山省政権に関してそうした競争に参加してよいはずだったとの発想があった。東山省において治外法権を撤廃し、その見返りとして南満州における勝訴権の実行を求めようとしていたのはそうした例の一つであった。張作霖爆殺後、田中は葬儀への参列のために林権助徳川大使を派遣するが、田中は林に対して次のように指示した。日本としては居住と営業を得ることが大事である。これも自発的にやらせたい。そうすれば日本も満州に限り治外法権を徹してもよい。田中が熱意を持って取り組んだのが勝訴権問題であったことは、28年8月30日の昭和天皇の言葉からも判明する。首相の真意は勝訴権問題の解決になると天皇は側近に伝えていた。第二に不平等条約廃止を求める中国の動きに対しては、中国に権益を有する帝国国家間での二国間協調で処理する発想があった。注目されるのは27年10月初め、英米の駐日大使と会談した際、北満州は南満州に劣らず資源が豊富なところで、機械均等主義の開発が望ましいと語り、北満州のことについてはロシアと話をする必要があると述べていたことである。ソ連と協議するとの構想は27年12月から翌年2月にかけての後藤新平による放送となって実現した。後藤放送の主たる目的は日ソ基本条約締結時に積み残されていた漁業協約改定交渉にあったが、共産党職長スターリンや外務人民委員チェチェリンなどのトップとの会談においては、中国問題が協議された。ソ連の2つの対中国方針をそれぞれ代表していた両者に、後藤は面会していた。東洋の平和のために日中ソ3国が協調すべきだが、
現在の中国は政治的中心を変えているので、当面の日二国のみが相提携して自局を担当し、東洋平和の対策を立てる上において、共同の歩調を取るの必要を生ずべしと述べたという。日ソで中国を抑えるとの発想であった。英仏に対しても目配りがなされていた。田中は28年8月30日、天皇に拝謁する。大使問題は帝国のみが単独にて解決に努めるべきものにあらず、特に関税問題に関しては他の列国、米国が除くはやむを得ず、ことに英仏と共同して解決に努めるべきものなり、英仏と共に進むべきことを述べている。また、同16日になされた奏上では、駐日イタリア大使からの日意協商協議にも触れていた。田中への失望。中国に対するにあたって、満蒙に権益を持つ者同士、日ソ、中国に帝国として対峙する者同士、英仏意と日での二国間協調を模索した田中外交も、前途は明るいものではなかった。27年5月の第一次サントン出兵に関しては、日本側に好意を抱いていた英米も、28年4月の居留民保護を謳った第二次出兵以降の展開には警戒感を隠さなかった。災難事件は5月3日、小事件を契機に国民革命軍と日本軍との間に軍事衝突が発生し、日本軍が災難城を攻撃占領した事件だったが、中国側の外交交渉人や市民を含む多くの犠牲者を出した。同年9月、イギリスのボールドウィン内閣と外務省極東部は、大英接近を図る田中外交の意図を正しく分析しながらも、日本との提携はもはや不可能との結論を下した。国民政府の対日感もまた悪化した。日本への留学経験もある甲府外交部長は5月22日、自ら職を退き、後任には英米派と見られた王政帝がつく。国内でも問題が生じた。田中内閣は災難事件からほぼ2週間経った5月18日、中国の南北両政府に対し、戦乱が満州に波及した場合には、治安維持のため適切な措置を取ると通告した。この通告は閣議決定を得てなされたが、本決定に際して、技前田中は外務と陸軍の反感を買ったのである。閣議決定原案は、外務省アジア局と陸軍省軍務局が綿密に打ち合わせ5月16日に起案したものであった。原案の最重要ポイントは2点あった。第一は最近の機会に、北方は調査人及び南方は蒋介石などに外交機関を通じて別案覚書を交付すること。第二は、調査人に対しては、同時もしくは交付直後、最近の機会に非公式に引退を勧告するも、もし右勧告に応じざる場合には、さらに対策を講ずることであった。題目は2つ目の調査人引退勧告にあった。項目は2つ目の調査人引退勧告にあったが、田中はこの項目を削除した。外務も陸軍も長の下野が望ましいと考えていたので、有田八郎アジア局長や白川義則陸将は田中を説得した。しかし田中は撤回に応じようとはしなかった。鉄道交渉や東山省政権の財政改革などを満鉄にやらせ、あくまで長を相手とする。この点についての田中の決意は固かった。田中がいる限り長を排除し得ない。こうした認識は陸軍の中に広まったであろう。吉田茂の苛立ち。長を引退させるべきだと考えたのは陸軍だけではなかった。その一人に法天総領事、吉田茂がいた。なぜ長はこれほど忌避されたのだろうか。東方会議後の満蒙における懸案解決に関する件を見ると、外務省は鉄道よりも、東山省の条約違反その他の不法措置解決を最優先課題としていたことに気づく。吉田はイギリスが12月のメモランダムで中国側に認めたワシントン不課税に強く憤慨していた。25年10月、12カ国が集めて開催された北京関税特別会議は、28年7月7日、国民政府が不平等条約廃棄、新条約締結宣言をした時点で閉会となっていた。ワシントン会議で決定された中国関税条約第2条は、中国各地の地方政権の課している通行税である利金を廃止するため特別会議を開催し、利金廃止が確認された後、初めて 2.5% の増税を許すと定めていた。吉田にとってみれば、利金の廃止もなされないままに、イギリス側の一存で中国全土での新税課税が始まったのは許しがたかったのであろう。吉田はまた北伐軍との戦争の軍費を補うため、長が東山省で行った私営乱発を批判していた。法評と呼ばれる
その紙幣が暴落すれば、日本からの綿紙布輸出が不利となるからである。吉田の調査違反は辛辣であった。27年6月10日、軍閥主導のために、東山省の治安を撹乱せしめざる我が決意を示すため、例えば趙にとって最も重要な法典交渉を占拠するか、三階石、東南、吉林など、鉄道主要地点を日本側は占拠すべきだと空心していた。張作霖爆殺。基本的に東山省の条約違反、その他不法措置に関する件を重視していた吉田などの外務省の手先は、ワシントン体制からの逸脱を許さない英米側の態度もあり、また北伐に対して日本軍が軍事的に干渉した結果起きた災難事件の衝撃もあり、中国側の批判の矢面に立たされるようになっていた。吉田が田中への意見串の中で、張作霖以外の東山省実験者擁立を切望するようになってくるのにも、こうした背景があった。28年6月3日午前1時15分、張は関外に退去するために北京駅を立った。国民革命軍北京入城の5日前のことである。張の乗り列車は4日早朝、兵法、北京から法典線と満鉄線の交差する地点、コーコトンで爆破され、張はその日のうちに死亡した。事件は関東軍高級参謀、河本大作らによって準備された。河本は21年3月から23年8月まで北京の公使館付き武官補佐官を、その後24年8月まで参謀本部品班長を務めた人物であった。事件を知った蒋介石は翌5日の日記に、日本人の陰険や樽や核のごとく、我が東北国防はいかにすれば強固にし得るだろうかと記す。事件から1ヶ月余り前の4月27日、参謀本部第一部長、作戦、荒木貞夫と第二部長、情報、松井岩根にあて、河本が出した書簡が残っている。この手紙からは、南方の北伐軍に対する張作霖の敗北を、河本が強く望んでいたことが判明する。法廷派の張作霖の没落は、東山省における新政権樹立の動機となり、ひいて満蒙問題の根本的解決を期すべき絶好の機会を与える事態。これを要するに南方派の北伐、挫折せざる機関に満蒙方面において内部の崩壊を企図することを極めて切要。河本の手紙は率直だった。現在、法典軍、吉林軍などの大部分が関内出動中で満州を留守にしており、一方、国民政府側の宣伝者が満州に多数潜入しているので、彼らの名義をもってことを起こさせむれば、軍部が直接手を下さずとも、仕事をなし得るべしと述べ、参謀本部から秘密裏に爆薬や資金の援助を引き出そうとしたものであった。ここで注意されるべきは、河本の念頭に、北伐軍と趙軍との戦闘による混乱が、東山省に持ち込まれることへの懸念が全く見られないことであった。河本の頭には、趙に代わる新政権樹立、すなわち清朝最後の皇帝、溥儀を担いでの服役、清朝復活しかなかったのであろう。満州に騒乱の及ぶ懸念が日本側に実のところなかった背景には、蒋介石から日本への根回しもあったと思われる。28年5月18日、王外交部長は、趙が関外退出下野し、法典編が服従の意思を示した場合は、小学領らと和を講ずる準備がある旨、日本側に伝えていた。28年12月29日、小学領は、東山省の駅士、国民政府への服属表明を発表したが、駅士後も、東北政権は国民政府に対して政治的、軍事的、財政的に自立しており、国民党政権による国家統合は進展していなかった。田中の退陣。田中は満鉄と張作霖政権を通じた北蛮開発と大祖国防を是としていたので、関東軍による張作霖爆殺を自らの構想への公然たる反撃と考えざるを得なかった。28年12月24日、田中は昭和天皇に対し、事件に日本軍人関与の疑いがあり、目下調査中である。もし事実ならば軍法会議で厳格に処分すると内装した。しかし田中内閣の閣僚や陸軍首脳は、厳罰方針を不可とする意見だった。事実が明らかとなれば中国側の反発は必至であろうし、28年2月の総選挙で政友会は衆議院における優位を保てなかった。政友会217、民政党216議席。議会は内閣の責任を追及し、軍も政府に強く反発するだろう。調査に当たった汁川陸将は29年3月27日、河本の犯行であるのは間違いないと天皇に内奏したが、5月20日、内閣に提出した事件調査の最終報告書においては、
日本人関与の事実は認められないとの結論で押し通した。陸軍の方針と閣僚の意向によって田中も妥協し、田中内閣は事件発生時、関東軍が満鉄守備区域における警備任務を怠った責任のみを問題とし、村岡長太郎関東軍司令官を予備役編入、河本を停職処分とする行政処分で済ませた。6月27日、田中が軍法会議によらない行政処分案を送上すると、天皇は宮中側近とあらかじめ対応を協議した上で、送上内容が前とは変わっておるとして、弁明しようとする田中をその必要なしと遮った。一方、田中内閣の末期、29年1月末には、国民政府と日本政府との間で、新関税条約の承認、債務償還に関税増収500万元を割り当てるとなどした公文が交わされ、日中交渉は妥結していた。日本側が妥結に応じた背景として、各地の商工業者や国民政府と左派系の地方組織が積極的な役割を果たしていたボイコットの威力があった。日本品の売買をする中国人には、奢侈品、雑貨 70%、陶磁器、海産物、絹製品 30%、綿製品5から 20% など、救国基金が課せられた。28年5月から12月の間に、対中輸出額の2割に達する額がボイコットされたという。国民政府は29年4月、万毛鉄道を東北政権から中央に移管し、外資系貨物輸送に割高運賃を課す方針を打ち出した。現地政権と満鉄の交渉によって鉄道問題が解決される時代は去ったのである。田中は退陣し、東三省の現地政権を通じて北満を開発する路線はここに告げた。北伐軍との戦闘のため、報票を乱発し日本人の商工業者に打撃を与えた朝政権。南京の国民政府と競うように、東三省でも 2.5% 付加税を徴収し始めた朝政権に対する日本側の怒りは根深いものがあった。はじめにでも述べたように、日本側には条約を尊重しないばかりか、ボイコットを政策遂行の手段に用いる南北中国への怒りが蓄積していった。3、国防論の地平。石原と戦士研究。石原幹事への評価は器用表変の幅が大きい。利害関係を持たない人間による石原票は少ないが、少ない中から一つを紹介する。1938、昭和13年2月、関東局総長であった武部六蔵は、226事件裁判批判をぶつ石原、当時関東軍参謀副長の姿を日記に書き留めた。石原幹事君は、まさか陣三郎大将の無罪の判決を無茶だと批評し、またかかる判決をなす陸軍の上層部がいろいろ訓示など出すは、亀岳浪費だと食堂で話していた。彼の話はいつでも皮肉であり、真相を握り、そしてほからかだ。しかし同時に先導的なところも多分にある。皮肉屋で明朗で先導家で物事の核心をつく話をする。そのような人物像が結ばれる。石原は1889、明治22年山形県に生まれた。第一次世界大戦後の23年、一説には22年から2年余、ドイツ留学を命ぜられる。そこではベルリン大学教授であったデルブルックの歴史理論などを学び、ドイツの範囲を批判的に研究していた。当時のドイツでは、敵主力全部を短期決戦で包囲殲滅し得なかったドイツ参謀本部の戦争指導の不徹底に範囲を求めるのが一般的だったが、かねてから殲滅戦略のドグマに批判的であったデルブルックは、そうした見方を取らず、石原にも影響を与えた。戦争には決戦戦争と持久戦争の2つがあり、決戦戦争においては統帥の独立を第一とし、殲滅戦略が取られるべきだが、持久戦争においては聖戦領略の一致を第一とし、消耗戦略も考慮されるべきだと石原は順次考えをまとめていった。大戦の本質は持久戦だったのだから、ドイツ参謀本部は国民の動員や経済封鎖への対応も含め、政治との連携を取りつつ、聖戦領略の一致を図るべきであり、範囲や殲滅作戦の不徹底にではなく、戦争の本質への無理解にこそ求められる。こう結論付けた石原にとっては、相手に消耗戦略に取られた場合にはどうするか、すなわち経済封鎖に敗北しない体制をいかに構築するかが問題となったはずである。オレンジプラン。第一次世界大戦を契機とするロシアの崩壊とその後の混乱は、天与の好機と石原には思えた。極東に関心を持つ国はアメリカだけとなり、アメリカに敗北しないための持久戦略を立てればよくなる。アメリカには24年かねてから作成されていたオレンジプランを公式の対日侵攻作戦計画とした。オレンジプランはその時々において計画の細部を変えたが、日本侵攻の最終段階である第3段階の内容は常に一定していた。
端的に言えば、海の兵力によって陸の兵力を撃破し、海と空からする封鎖によって大陸に立てこもる日本を敗北させるプランであった。仮想敵国同士の作戦計画は結局のところ、呼応するものとなるのは道理だが、中国大陸に依拠して持久戦争を戦うとの石原構想は、オレンジプランの第3段階に対応し、日本の帝国国防方針の内容とも当然ながら合致していた。国防方針の第3項は世界の多勢についての情勢判断となっていたが、そこには中国市場をめぐる経済問題から日米対立に至る見通しが述べられていた。無論仮想敵国とは国家の戦略を遂行するに至る国防力を建設、維持、運営するために必要な計画を整備するため想定される国のことであり、すぐさまその国と戦争を始めるほどの緊張関係を前提としない。下記運上の起因は主として経済問題にあり、主に大戦の相違、言えるとともに、列強経済戦の焦点となるべきは東亜大陸であるべし。けだし東亜大陸は地域拡大資源豊富にして他国の開発に待つべきもの多きのみならず、9億の人口を要する世界の一大市場になればなり、ここにおいて帝国と他国との間に利害の配置をきたし、勢いの赴くところついに感化相見うるに至るの恐れなしとせず、しかして帝国との衝突の機会を最も大きい米国とす。このように23年の国防方針にはアメリカの名が第一に挙げられた。石原も陸大攻撃力において、戦争勃発の端緒を以下のように予想した。すなわち日本が既得権益を実行に移し、満蒙の保安開発を断行しようとして、列強ごとに米ロへの反対を受けた場合である。石原はナポレオンの大英作戦に触れ、陸をもって海を制せんとの孤児にならうべきだと述べていた。先に見たように、アメリカのオレンジプラン最終段階が、いわば海をもって陸を制せんとするものだったとすれば、石原のそれはナポレオンの戦死を背負いつつ、アメリカの作戦構想に呼応しようとするものであったと言える。国防方針の中で日本がアメリカに対してどのように言及してきたか、その変遷を見ておこう。国防方針のレベルでは海軍を中心として担われる対米作戦に関し、陸軍においてはフィリピン作戦が想定されていた。開戦直後、極東におけるアメリカの戦略基地であるフィリピンを占領し、そこに拠点に攻勢防御に移るものと構想されていた。しかし陸軍が常時念頭に置いていたのはフィリピン作戦ではなく、シナ海におけるアメリカ極東艦隊の存在だったろう。例えば19年8月13日、新4国借款団規約が協議された外交調査会の席上、田中義一陸将は、一朝陛下を開きたい場合においては、我が帝国はシナを除き、他に物資の供給を仰ぐべきところなしと述べつつ、その際、米国艦隊のシナ海における制海権の問題について一度の注意を流していた。中国で自活する道。石原や中堅バグル予想の考え方は目標会の記録からわかる。これは鈴木貞一参謀本部作戦委員会員と三山亀三郎同要塞会員が軍装備改定の研究のために作った研究会であった。27年11月から国策や国防方針を考える際に必要となる次の戦争に関する研究を始めたという。また23年から27年にかけて陸軍士官学校15期から18期を中心に盟約的軍内結社双葉会が結成されていた。双葉会は16期の永田鉄団、小畑敏郎、岡村康次らが中心となり、徴収罰専門の人事の刷新、満州問題解決を図るために結成された。木曜会と双葉会の会員が重複するようになると、29年5月、2つの会は合流し一石会となった。陸士15期から25期の主として陸大卒業者からなるエリートを組織した一石会は、陸軍人事の刷新、満州問題の解決、林千十郎、荒木忠夫、間崎仁三郎の三将軍を擁立し、国策を推進することの3点を目的に掲げた。陸大教官であった石原は、木曜会第3回の会合で我が国防分析と題して報告を行う。その会の出席者としては、永田、当時陸軍省整備局動員課長、鈴木、参謀本部作戦会員のほか、東條英機、陸軍省軍務局軍事会員、根本博士、陸軍省軍務局会員、品派、土橋隆一、陸軍省軍務局軍事会員、連盟外交関係などが確認できる。石原の報告の要点は、日本内地よりも
一人も金を出させないという方針のもとで、に戦争せざるべからず、対ロ作戦のためには数手段にて十分になり、全手段を根拠として遺憾なくこれを利用せば、20年でも30年でも戦争を継続することをというものだった。石原の発想で当時の人々を引きつけるものがあったとすれば、この部分であったろう。欧州流の国家総動員型総力戦準備は、日本の場合できもしないし、やる必要もない。ロシアは革命後の権力闘争の中にあり、まだ弱体であり、北蛮から撤退しているので恐れるに足りない、との2点に石原の議論の確信があった。28年3月の陸大抗議録の結論部分でも、日本の行うべき戦争はナポレオンの太平戦争のごとく、戦争により戦争を養うべきものであり、占領地の徴税物資兵器により出征軍は自活するに要す。死な軍閥を相当、土肥を一掃してその治安を維持すれば、我精鋭にして連結なる軍隊は、たちまち土民の振幅を得て優に以上の目的を達するを得べし、と結ばれていた。関東軍参謀として、28年10月の移動で石原は関東軍参謀作成主任となる。東京における陸大講義や木曜会での研究を実地に移す機会が来たのであった。資料によれば29年7月15日間の予定でなされた北満参謀旅行の期間中、石原は関東軍幕僚と北満駐在部下に関して、満蒙領有計画の全貌を説いた。また30年3月の段階で満鉄調査会員にも、満蒙問題解決の唯一方法は満蒙を我有とするとありとの方針を明らかにした。その際、国民に以上の点を分からせる必要があると説明している。満蒙の進化、満蒙の占領は我が正義になること、対米持久戦の恐るべからざることの二つである。石原を明瞭な先導家と称した内務官僚、武部の言葉が思い出される。石原には北伐の成功による南北統一への切迫感や、中国側からなされるはずの武力的抵抗あるいはナショナリズムの高揚などへの危惧はなかったように見える。あくまでも彼の念頭には日本に圧力を加えるものとして、ソ連の陸上兵力と米の海上兵力だけが想定されていた。中国の軍事力については、29年7月4日、北満参謀旅行2日目の講演中、戦争の本質が消耗持久戦争となる要因の一つとして、軍隊の価値低きことに言及した際、シダの現状を挙げた時くらいであった。意味するところは、通常戦争の目的は敵や戦軍主力の撃滅に置かれるが、その国の政治文化において軍隊の地位が低い場合、あるいは戦闘における敗北がその国にとって著しい苦痛と感じられない場合、敵の軍事力を殲滅しても戦争は終わらないことになる、との内容であろう。よって石原の構想の中に中国が念頭に置かれていないかのように見えるのは、必ずしもその兵力を軽視していたからではなく、中国から満蒙を奪取する戦争をすれば、それは消耗戦争となるに相違ないと判断されていたからだろう。そのような戦争観なしに日本の軍隊が中国で自活すべきだなどという主張は成立し得ないと思われる。中国が前提なのだった。ソ連とアメリカ、ソ連の陸軍力とアメリカの海軍力、この2つを牽制する方策が考えられた。まずソ連の陸上兵力をどう牽制するか。28、29年のソ連の極東軍備は未だ増強されていなかった。日露戦争でロシアが大軍を戦場で休養し得たのは、南満州の翼屋を戦場としていたからだと石原は考えた。よって日ソ間の自然の国防的境界として、公安令と国領港の線まで、すなわち北満州の北限まで日ソの対峙線を上げておけば、ソ連は休養に苦しむことになるはずだった。それでは先に陸をもって海を制せんの言葉で象徴的に述べられたアメリカに対する具体的な戦略はいかなるものか。北満参謀旅行の3日目の29日、29年7月5日、石原は移動のための列車の車中で、国運回転の根本策たる満蒙問題解決案を参謀たちに語った。石原がアメリカを論ずる際の特徴は、武力戦の可能性としてではなく、対支外交、すなわち対米外交なりの一節から予想されるように、まずは外交方策、アメリカからの経済封鎖を受けないようにする方策として自覚されていた点にあった。対米外交はあくまでも慎重になされるべきだとする。経済封鎖を生きるには、さらに満蒙問題解決案の中では、東亜が封鎖せられるものとして、その経済状態の調査と準備が必要と述べていた。満蒙と河北に資源を依拠する日本が経済封鎖される場合を想定して、経済計画の立案がなされるべきだというのである。満鉄調査会員に対し、
30年3月の時点で謀略の正規を予告するような講演をあえて行っているとも、満鉄調査家の協力が不可欠であったからだろう。封鎖を生き延びるための調査活動は満州事変が起こされた後、実際にスタートしていた。石原片倉正関東軍参謀、宮崎正義満鉄調査課員、松木保元調査課法政経係主任、当時関東軍参謀法律官門らは、32年1月26日、満鉄内に経済調査会を組織した。経済調査会は関東軍統治部、32年2月から特務部と解消と密接な連絡を保ちながら、満州国の経済開発計画の立案に当たっていく。32年2月8日に開催された経済調査会の席上、曽郷真理議員長は、いわゆる調査を行おうとする者にあらずして、直ちに実行し得る経済計画を立案することをもって任務とすると説明している。続いて立って宮崎は、計画立案の根本方針を、満蒙との関係における日本国民経済政策の確立と、日本国防経済の自給自足政策の確立の置くと述べている。このように石原という存在が当時の社会に有していた意義は、世界恐慌時にあって、軍事費を必要としない戦争があり得るのだと断言し、持久戦争は怖くないのだと国民を説得する、その先導性にあったと言えるだろう。日本内地よりも一厘も金を出させないで戦争ができると先導されたとき、国防費負担の軽減から来る経済効果ゆえに、軍縮に賛成してきたような人々は、こっそり石原に持っていかれてしまったのではなかったか。